休学を決めた時に応援をしてくれない大人が結構いた。休学すんの？なんで今なの？でも別の環境、応援してくれる教授がいたりとか、インターンをしていて、そういう環境の中で働かれてる大人の方って新しい挑戦にめちゃめちゃ前向きで、めっちゃいいじゃんって、自分のやりたいことを背中を押してくれる人たちの中に身を置けるようなスパイクスがそういう場所になったらいいな。そこで出会っただけでもしかしたら共同創業してCEO と CTO が生まれるみたいな、そういうのをスパイクスは出せる。3分間で何者かになれっていうお題、自分の才能がどれだけすごいのか、常に尖っていたっていうことに気づける機会。自己紹介ピッチっていうものもあるので、本当に誰でも参加ができる。友達探しでもいいわけですもんね、極端な話ね。そうです。でもやっぱ尖ってる学生、同調圧力に負ける説あるじゃないですか。いや、スパイクスいいっすね。声で届ける起業家の物語、スタートアップナウ MC のお稲荷です。本日はいつもの配信と異なりまして、みんな大好きというか僕がとっても大好きなんですけど、IVS2026 とコラボした配信会をお送りしたいなと思っております。IVS のご存知の方もそうじゃない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、日本最大級というかもう日本最大と言ってしまってもいいぐらいですね、大きなスタートアップのカンファレンスとなっておりまして、近年は京都で毎年開催されて、今年は2026年の7月1から3、多分その後の企画も組み合わせると4までなのかなと思うんですけれども、開催される予定です。だいたい1万人以上の方々が集まるということで、僕も今年もいろいろ仕掛けるんですけれども、そことコラボした企画となりますと。そしてですね、例年いろんな企画がある中で、今年僕がちょっと目を光らせて注目をしている企画がありましてですね、それがスパイクスという尖った学生のための祭典という企画がありまして、もう僕これを SNS で見た瞬間からビビッときてしまう部分があってですね、ぜひそれの仕掛け人にその企画をしている背景だったり狙いだったり何が起こるのか今年というところを聞いてみたいなと思っております。ということでいきたいなと思いますけれども、なんで今日はちょっと気持ち緩めにいこうと思うので、2人もぜひ緊張せずにゆるといけたらと思います。はい、ということで、スパイクスの代表でいらっしゃいます小野田芽衣さん、入ってますね、と、東日本の代表でいらっしゃいます、小沢剛さん、はい、お二人をお招きしております。二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、さっき僕が簡単に勝手ながらキャッチコピーといいますか、そのあたりも言わせていただきましたけれども、改めてスパイクスが何なのかってところを、まずそのコンセプトだったり、ちょっとした概要の部分、よかったら、小野田さんからお願いできますでしょうか。はい。スパイクスは、尖った学生の祭典っていうところで、今尖っている人も尖っていない人もこれから新しく何かアクションを起こしたい学生に向けて、今年から企画されているものになります。例えば私でしたらそれこそ全然尖っていなかったなという大学生の期間が長かったので、すごくアクションを起こして新しい世界を見る中で、本当にこういうキラキラした世界をいろんな人に見てほしいなっていう部分で、どちらかというと尖っていない人目線で、IVS スパイクスっていう部分を知ってもらいたいなっていうふうに思って企画をさせていただいております。確かにティザーサイトというか、サイトを見るとめちゃめちゃかっこよくて、ロゴも尖ってる感じがあって、誰がやってんだって僕結構ビビりながら収録してたんですけど、小野田さんがいかにもいい意味でもっと尖ってなかった方というかね、安心感がある方で、これはちょっとみんな安心して参加できるんじゃないかなと、僕が今安心してるって話があるんですけれども、でちなみに僕がなんでこれビビッときたかみたいな話を少しするとですね、僕も多分学生時代尖ってた気がするんですよ。例えば英語スピーチのサークルに入って、それ結構部活的な感じでガンガンやってたりもしましたし、あといわゆる東進ハイスクールのチューターみたいなことをやってたりもしたんですけど、あれも結構ガチバイトでやってたりもしましたしとか、あとインターンも多分 4,5 個ぐらいやってて、で海外のインターンも行ったことあるしみたいな感じでやってたんですけど、でもやっぱ尖ってる学生マジ同調圧力に負ける説あるじゃないですか。学生時代にこんなあったら超いいなって思って、しかもそこに集まる学生たちって最高に意識高いもそうだし、
鍛えてきてる人も多いかもしれないし、うんまあ、少なくとも今の、ね、基準値がどこにあるとも多分将来的にすごく大きくなるポテンシャルがある方々なんじゃないかなみたいなことを思ってて、めちゃめちゃいいなと思って見てたっていう、すみません、半分ぐらい感想なんですけど。ありがとうございます。ありがとうございますそんな僕が学生時代の尖りエピソードを少しだけシェアをさせていただいたんですけど、まあ、このお二人がなんかなぜ今このスパイクスに関わっているのかだとか、まあ、ちょっとだけどんな感じで尖っているんですかみたいなところを聞きたいなと思っていてでせっかくなんで今ちょっと小野田さんの話いっぱい聞いたんでよかったら、小沢さんから、はい。なんか少しだけ簡単な改めての自己紹介と、はい。どんなことをやられてらっしゃるのかとかを少し教えてもらえますか？ありがとうございます。自分は今、東日本代表としてこのスパイクスには参画してたんですけど、きっかけとしてはもともと東京の寿司テック東京っていうところの、まあ、学生企画板前の3期で PM を務めていて、でそこで、まあ、いわゆるこう学生の立場からこうメインプレイヤーが大人であるこうイノベーションカンファレンスに学生の立場からこう介入していくっていうところがすごい魅力的で、かつその学生でもこんなことできるんだっていうインパクトの大きさに自分はこう魅了されて、で、まあやっていく中でいろいろこう、まあ課題感ももちろんあったりとかした中で、やっぱりこう地域間で連携することがすごい大事だなっていうのをいろんなところにそれこそ行って、イノベーションカンファレンスに行って思って、で、この IVS で新しく学生企画が生まれるってなった時に、もし自分がこれに参画することができれば、そこのこう東京と関西の、まあ、橋渡しのような人材に、まあ、自分がなれるんじゃないかと思って、そこで参画を決意したっていう感じです。はい。すごい綺麗な自己紹介を。ありがとうございます。僕的には確かにそもそも寿司テックとかに関わってる時点でもう尖り始めてるなと思うんですけど、でもてかその感度がないとまず関われないイベントな気がしていて、そうですね。それなんか元々は何されてたとか、寿司テックの出会いとかなんかそのあたりってどんな感じなんですか？ありがとうございます。自分もともとそれこそ本当に尖ってなかったという、まあどちらかというとなんかこういうスタートアップの界隈にいなかった人間で、どちらかというと本当に大企業に就活したいみたいな、本当にまあよくある大学生というか、もうみんなこう確率的に行うようなことをずっとやってたんですけど、でもそれがこう本当に自分自身をこう見つめたときに、本当にそれがやりたいことなのかっていうとそうじゃないなっていうふうにこう大学1年生の時から就活をする上で気づいて、大学1年から就活してる時点でめっちゃ尖ってる。ある意味で尖ってたかもしれないんですけど、それは何があったんですか？それは、自分その大学受験がうまくいかなくて、で、納得のいく大学に行けなかったので、まあなんか、就活で挽回するしかないなって、まあ本当にハングリー精神それだけで、就活はしてたんですけど、でも、それはこうなんか他人からどう思われたいかみたいな目線での、就活だったので、結局どこもうまくいかずってなって、で、それである時、海外に行くきっかけがあって、バックパックしに行って、アジアのところに行ったんですけど、まあそこでこうなんか自分を客観視するというか、こう海外に身を置いて、外から日本を見るもそうですし、逆にこう自分が日本で悩んでた悩みみたいなのが、こうどれだけ幸せの中の悩みというか、本当に現地の子供たち、本当貧困がすごいところだったんですけど、夢も描けないし、大企業に行きたいとも思えないし、もはやもう日本で働くとかっていう選択肢もないみたいなところを見たときに、こういう不足で溢れてる社会で自分がこう新しいことを作って誰かに価値を届けるっていうなんか素晴らしさに気づくことができて、そこからスタートアップとか企業とかの、まあ、いわゆるこうアントレプレナーシップっていうところをテーマに活動しようと思って、で、その延長線上で寿司テック東京2025、いわゆる1年前の寿司テックに参加した時に、その時は自分もちょっと尖ってるなと思ってて、要はその尖ってる学生としていろいろその海外で企業とかも志してたので、どれぐらいの学生がこのカンファレンスいるんだと思ったら、もっとすごい板前2期っていう学生がいて、こういうの人たちに自分もなりたいって憧れを抱いて、その時に板前になろうって決めたっていう感じで、はい。で、そこから、そうですね、板前やったり、今はスパイクスやったりみたいな感じで、学生の立場からそういうところに介入していくっていうところに、活動の重きを置いてるって感じです。プロフィールもね、いろんなコアメンバーの方々のサイトに載ってましたけど、小沢さんは立教ですか？立教大学です。企業部。企業部の代表もやってます。はい。実は僕、立教卒なんですよ。はい。すみません、勉強不足でした。いや、いいんですけど、いや、ちょっと、本当ですか？このタイミングで言えたらおもろいかなと思ったんで、いいリアクションしていただいてありがたいんですけど。マジですか？立教は、マジで、スタートアップに行かないし、起業もしない大学のはずなんですよ。本当におっしゃる通りです。だから大企業を志してたっていうのは僕はすごく分かって、僕も友達みんな大企業行ってますし、そうですよね、なんでそんな知らないスタートアップ行ったんみたいな、なんなら就活失敗したんじゃないかみたいな見られ方を多分されていたと思うし、ってなんですけど、立教で企業部ってむずくないですか？めちゃくちゃ難しいです。
けど、なんか自分がその大学受験失敗して立教大学に入って、で、まあ、いわゆるその罠って言ったら怒られちゃいますけど、大企業志向の大学に入って、まあそこで自分は挫折してるわけなので、なんかここを自分の経験を生かして、それこそ次世代の立教に入ってくる学生が大企業にも行くのを否定してるわけじゃなくて、スタートアップとか新しい選択肢を見れるような場を作ることができれば、なんかそこで初めて立教に来てよかったなみたいな風にこう納得感を持てるんじゃないかなと思って活動してるので、まあ難しいですけど、もう他でガチで起業してる人よりは全然簡単なことやってると思ってるので、なんかそこはそうですね、自分の経験とかを生かしていろいろ活動してるって感じで。でも、アントレプレナーシップセンターと言われるようなもの、機関がなかったりだとか、やっぱり先生たちも大企業とかキャリアとかっていう話をされるので、そうですね、結構難しさは日々感じてます。唯一のロールモデルがタイミオガワさん。本当にそう。でも結構そうですね、ループの創業者の方々とか、結構多く、それこそサイバーの新社長の方も立教卒だったりして、結構立教卒の経営者の方々、優秀とか言ったらあれですけど、方々多いので、なんかこう、そこのエッセンスもちゃんと作りたいなっていうのは思ってます。在学生としては。いいっすね。はい。僕も当時肩身がめちゃめちゃ狭かったので、なんか、そうですよね。当時出会っときたかった。はい、すみません。世代がちょっと違うんですけど。なんとなくこう作っていただいた雰囲気なんとなく自分が引き継げたのであれば。じゃあ今ちょっと頑張って魂を注がせていただきます。ありがとうございます。じゃあ、小野田さんもよかったら改めて、まあ、自己紹介及び、どんなことを学生時代、まあこれまでやられてきたのか、まあさっき何者でもなかった期間もね、結構あるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりも含めて教えてもらえますか？はい。私も、こうくんと同じように、大学受験をあまりこう満足いかない結果だったなっていう部分があって、もともとやりたいことが、これっていうのが見つからなくて、なので、とりあえず大学で、まあ、興味がありそうだなっていうもので2択、数学と建築学、どっちにしようかなっていう部分で、両方受けて受かった方に行こうって。こう、なるべくしてなるだろうなっていうのが結構自分のモットーなので、こう、選ばれなかったとしても、それは自分が行くべき道ではなかったというか、私は結局建築がダメで、数学の方に行ったんですけれども、それもこう、なるべくしてなってるんだろうなっていう部分で、今振り返るとすごい良かったなっていうふうに思っているんですけれども、そうですね。入って、こう、みんなが本当に、よく言う大学生、なんか飲み会に行ったりとか、こう、パチンコ行ったりとか、そういうのを見て、なんかこう、もっと違うことをしたいって思った時に、プログラミングを勉強し始めて、そこで、昨年ですね、42東京っていうプログラミングの養成学校に入ってっていうのが、ちょっとこう、尖りはまだしてないと思うんですけど、そっちにこう、足を踏み入れたところかなっていうふうに思っていて、昨年42東京に入学して、そこから大学を休学して、インターンを今4社かな。いろいろこう変わったりとかしつつ、エンジニアのインターンっていう部分でやらせていただいていて、で、そうです。今回スパイクス、私もこうホームページを見て、すごい面白そうだなって思って応募して、今回代表ということでやらせていただいている形になります。そうなんですね。結構、尖った学生の祭典を主催するコアメンバーって多分劇的に尖ってそうな気もするんですけど、で、実際ホームページとか見ててもみんな、なんかすごいいい感じだなって思いながら僕は見てたんですけど、なんかその中で、なんか代表をやる、背負うものって結構なんかある気がしてて、なかなか手挙げるのね、ひよるんじゃないかなと思うんですけど、そういうのなかったんですか？そうですね。もちろん、こう、私なんかにみたいな部分はあったんですけれども、なんかこう、私よりも何倍も尖っているディレクターのとか、プランナーの子がたくさんいて、で、こう、みんな別の向きに尖っていると思っていて、そこをこう、うまくまとめるっていうのは、またちょっと別の、こう、力かなっていうふうに自分では思っていて、そこをこう、うまく、みんなの尖りを最大限に引き出して、いいものにできたらなっていう、そこに力が発揮できるように、ちょっと今は頑張っているっていう感じです。なので結構、こう本当にみんなに頼ってばっかりなので、もっと頑張んなきゃなって思いながらも、こういろんなみんなの良さを見て、こう、
勉強になるところもあるし、うん、本当に支えてもらってなんとかっていう感じではありますね。いいっすね。でも確かに各領域のリーダー陣とかおそらくいる中で、彼らが尖ってるのはすごくいいにせよね、リーダーまで代表まで尖りきってたらなんかまとまり収束がつかないとかねありそうだし、なんかすごいバランスいい感覚が良いんじゃないかなと思いながら聞いてましたと。で、あとはすごく気になったのは、この果たしてこの尖ってるって何なのかみたいな話で、僕もなんとなく尖ってた気はしますけれども、なんか尖り方っていろいろある気もしてて、それこそ IVS にもともとその学生じゃなくて来る人とか、ないしは学生なのに来る人っていうのは多分基本的には企業志望の方々が多いんじゃないかなって気がしてて、今回の対象も基本的にはそういう方々なのかとか、いや実は尖りの定義っていっぱいあってこういうのがあるんですよとか、なんかそこの解像度も上げていきたいんですけど、教えてもらえますか？そうですね。今回スパイクスでは尖りっていうのを一応前面に尖っている学生のための採点っていうところで打ち出してはいるんですけれども、まだ自分は尖ってないんじゃないかなっていう人に向けて、スパイクスぜひ来てもらいたいなっていうふうに思っているので、派閥っていう部分で、みんながどれかしらに所属しているよっていうふうに、ぜひお伝えしたいなっていうふうに思ってるんですけれども。派閥っていわゆるなんとか派閥みたいな、なんかグループみたいなあれのことですか？そうですね。それがあるんですね。そうですね。何があるんですか？どんな感じの？11個。めっちゃあります。これちょっと暗記ゲーですね。いけますか？はい。そうですね。起業家だったり、あとは、今回その IVS の中で行われる採点になるので、起業家の派閥の方は結構多いかなというふうに思うんですけれども、例えば私だったらエンジニアの派閥、あとは研究者だったり、あとファイナンス、あと VC のインターンをされてる方とかだとファイナンスになったりするか、あとソーシャル、グローバル、留学の経験だったりとか、そういったところの10個の派閥とプラスアルファで持たざるものっていう派閥を用意していて、私以前の自分自身もそうだったなっていうふうに思うんですけれども、これからどこかの派閥に所属したいっていう人にも、ぜひその派閥、持たざる者派閥に所属してスパイクスに来てほしいなっていうふうに思っております。じゃあこれまでいろいろなことをやってきて自分なりのタグがあるというか、アイデンティティがある方はもちろんそこに所属してもいいし、それがないけどその尖りの種があって、このエネルギーとモヤモヤをどこに発散したらいいんだって方も全然来ていただいて、持たざる者派閥に入ると、そういった方々も横でつながりながらできると。それ派閥っていうのはこれは何なんですか？それ例えばその現地に行ってそのネームタグとかにそれがついてるみたいな話なのか、なんかそういうコミュニティ的な存在なのかとか、会期中にそこで集まる機会があるのかとかでいくと、なんかどういう企画というかあれなんですか？そうですね。当日ネームタグでぶら下げてもらうのに、そこに一応シールで貼ってもらおうっていうのは今案としてあるのと、ディスコードを今回使ってスパイクスに集まった尖った学生を一つのコミュニティとして運用できるようにしようっていう部分を計画していて、今すでに後でお話しするギルドの方が一部すでに入っているんですけれども、ディスコードの中で派閥っていうチャンネルを用意して、その中でいろいろコミュニケーションを取ってもらったりだとか、こちらでプレイベントみたいな部分をオンラインでも対面でも打ち出して、当日一人で回るって結構寂しいし。寂しいです。そうですよね。私もそういうふうに思う経験が過去あったので、イベントに参加するってなった時に、事前につながって、向こうで、あの時、プレイベントであった何々さんとかっていうふうに一緒に回るきっかけになったりしたら、すごくいいなっていうのは思ってますね。めっちゃいいですね。今それこそギルドの話もあって、それもまさに近い話かと思うんですけど、そういったなんか尖った学生、ないしは尖ろうと思ってる学生って、だから潜在的にはめちゃめちゃいる気がするんですけど、それをピンポイントで集めてくるって結構難しい気もしてて、それの、いわゆるなんか集客じゃないですけど、どうやって集めるんですかっていうのと、あとどれぐらい集めようと思ってるのかとか、そのあたりも聞いてみたいんですけど。まず、2000人から3000人を当日集めようとしていて、いいですね。IBS で1万を超えるところに、学生がそこにも集まるってすごい価値のあることだとまず思っていて、めちゃめちゃあると思います。でもそれがあえて私たちは企業スタートアップという枠組みにとらわれずに、本当にいろんな角度に突出した学生が集まるっていうことで、多分こんな祭典は他にはないんじゃないかなってまず思っていて、でそれは結構ある意味で
難しいんですよね、集め方っていうのは。そうっすよね。はい。で、私たちが考えたその派閥っていうものを用いて、いろいろこうカテゴライズをしているので、例えば起業家とかの派閥だったらどう巻き込むかっていうと、そのさっきのお話ありましたけど、企業部とかがいろんな大学日本中にあるので、じゃあ企業部を巻き込んだら起業家派閥の学生はこれぐらい来そうだねみたいな話をしたりだとか、あとはグローバルとかだと、各大学にあるグローバルな留学プログラムとかっていう人たちと協力させてもらって、そこにいるような学生さんたちに紹介をするみたいな形で、いわゆる派閥に沿って魅力を届けに行くというところをするんですけど、でもやっぱ学生で作ってる祭典なので、我々企画メンバーというか、この中のコアメンバーみたいなところだけじゃなくて、学生団体とか、なんならもう学生起業して法人作ってるよみたいな人たちも巻き込みたいなと思っていて、で、それがさっきちょっと話しあったんですけど、スパイクスギルドと呼ばれるもので、いわゆるその学生の集まりみたいな意味なんですけど、学生団体それぞれが当日、ピッチ機会を求めてだとか、あとはブース出展をできるってインセンティブを作ってるんですけど、それを求めて、このスパイクスというエリアで、自分たちがどんな思いを持って、どんな派閥として、そのスパイクスを盛り上げてるのかっていうのを当日届けてもらうような機会を作るとともに、その団体さんの周りにいる学生さんとかを一緒にちょっと連れてきてよみたいな感じで、あとはリファラルチケット制度が今回 IBS でもあって、スパイクスもそれを導入してるので、もう本当に自分が一緒に行きたいという友達をいっぱい誘ってもらうっていうのが、私たちのその2000人まで届けるための、一つの戦略ではあります。確かにそれ、なんか仮に学生起業家を集めるとか起業家志望の方を集めるってだけで、数百人集めるでも多分そのいわゆる集客、マーケティングみたいなところってめっちゃ大変な気がするんですけど、今回そのカテゴリーも11個もあるわけじゃないですか。やばくないですか？やばいです。それは、それこそ小沢さんとかがメインでやられてらっしゃるんですか？その学生団体を巻き込んでいくってところは、そもそもその前の活動で東京の方でやってたこともあったので、結構自分のそのリレーションがあったりとかするので、そこの団体に声かけたりだとか、あとは今やってるのが、その新しい派閥をみんなで開拓していって、例えばクリエイターが集まってる団体にギルドとして一緒に盛り上げませんかとか、今日とかなんかミーティングしたのは、合成生理物みたいな、合成生物学みたいな、もう自分聞いたことないようなものを扱ってるある大学の団体さんにギルドになりませんかって言ったらすごい実績を持ってて、めちゃめちゃ尖ってるんですよ。けどそれがやっぱり大衆に届けれる機会ってやっぱりこの日本にはなくて、そういう隠れ持ってすごい人たちっていうのをクリエイターとか、研究者みたいな枠組みで作って一緒に IBS でスパイクスで魅力をみんなに届けませんか、いわゆるもう自慢しませんかみたいな感じでアトラクトをして盛り上げていくっていうことをやってるので、学生団体もそうですし、あとはやっぱ学生起業してもう思いを持って法人をやってる人たちとかもそのギルドとして当日一緒に京都の地に向かうっていうのをやってます。それこそさっきの多分研究者気質の方々とかって、多分きっとこういうカンファレンスとかお祭りっぽい場に基本はあんまり行かないんじゃないかなとか、なんなら怖いまであるんじゃないかなと思うんですけど、彼らはどうやって誘っていくんですか？やっぱ彼らもそれこそ彼らの領域の中で展示会とかいっぱい出てるじゃないですか。だからもうほぼそれだよっていう、そういう展示会が一つの、11個の派閥もあるので、いろんなところでポツポツ行われるのがスパイクスなので、そこの怖さは逆にないよっていうのを伝えてあげながら、逆に我々例えば目指しているのって起業家派閥もそうですし、グローバル派閥とかもそうですけど、当日スパイクスに集まった学生たちが横で繋がって来る学生ってめちゃめちゃ尖ってるんで、多分そこ繋がったらすごいことできるんですよね。で、多分理系の人たちってアカデミックでいろんな研究をされてるけど、なかなか社会実装できないとか、逆に起業家の人たちとかはビジネスとかめちゃくちゃ興味あるけど、アイデアが湧かないみたいなのあると思うんですけど、そこで出会っただけでもしかしたら一緒にやるパートナーになるかもしれないし、なんなら共同創業してCEO と CTO が生まれるみたいな、そういうのをスパイクスは出せるポテンシャルがあるので、そこの魅力をもうひたすら言って、もういい企業家いるから、みたいな、ビジネスサイドは大丈夫だからとか、そのなんなクリエイターで、そういうポテンシャル、隠されたものを世の中に出していく人材も集まってるからので、もう仲間探しみたいな感じで呼んで、じゃあそれだったら行ってみようかな、みたいな感じが、多いですかね。めちゃめちゃいいですね。スパイクスは本当に、ポテンシャルでしかないので、
僕も今この番組でスタートアップの企業がたくさんインタビューしてますけど、結局共同創業者をどうやって見つけたのかとか聞いても、なんか結構な割合がやっぱ学生時代から繋がっててみたいなのが多いなって思っていますし、で、しかも今こうやって社会人になってからの立場でいくと、結局なんかそれぞれの肩書きとか所属とかがある中で、そういうイベントにカンファレンスとかに行ったりすると、一定なんかやっぱ成果につなげなきゃみたいな思いとかもあるから、なんか利害関係もあるし、この人は自分の仕事とマッチする部分があるんだろうかみたいな、なんか結構それで排除しちゃってる可能性すごいあるなと思ってて、一方で学生だとそれがほとんどない状態で、ただ単にめちゃめちゃ優秀で尖ってるね友達たくさんできて、ね、何年後かにも、ね、すぐじゃなくてもね、あると思いますし、それこそ最近ヤフーにいらっしゃった小山さんがね、X でポストされてて、やっぱコミュニティ、どうのコミュニティにかがめちゃめちゃ大事みたいなことされてて、いやスパイクスいいっすね。僕もちょっと入りたいんですけど、ちょっとまだ学生時だったからですね。で、あとさっきなんかピッチがあったりとか、なんかブースがあったりみたいな話もいただきましたけど、いわゆるこのスパイクス、当日じゃあ何やるのとか、どんな仕掛けを今時点で用意してますみたいなところとかもあったら、徐々に聞いていきたいんですけど、どうでしょう？じゃあまず、そもそも、スパイクス京都だよね。関東の学生、結構。行くんすか？大丈夫ですか？いや、そこが一番大変です。ね、交通費もまずね、社会人以上にハードルもありますもんね。インバウンドでそこのホテルとかもすごい高くなってるので、でもそこでちょっと一個仕掛けてるのがあるんですよね。そうですね。はい。なんですか？ノマドっていう企画なんですけれども、関西の学生と関東の学生を、つなげて、いわゆる泊まる宿泊先っていうのを関西に学生同士でつながって、今回のスパイクスは関西の学生の家に関東の学生が泊まる。もうこれがうまくいけば、関西の学生が関東に例えば就職活動で行きたいってなった時に、泊めてくれた家の人が泊まりに行くとか、そういった今後コミュニケーションができるような先を見据えた合宿企画っていうのを企画しています。天才じゃないですか。なんか生まれた背景としては、もともと IBS の代表と、私たちのスパイクスを見てくださっている責任者の方が、毎年IBS があるごとに、その人たち同士で泊まってたらしくて、やっぱそういうのが結局楽しいと。やっぱ同じカンファレンスで仲良くなった友達とか過ごした人たちが、一緒の夜を明かして、で、ちょっとかっこいいことを語って、で、また翌朝、展示に行くみたいな、そういう流れがやっぱ楽しかったっていうのがあるので、だったら京都の学生ってもともとやっぱ下宿してる学生とかも多かったりするので、なんかその文化ちょっとハックできるんじゃないかってことで、そういう企画が生まれて、で、もともとやっぱ IBS 当日じゃなくて、当日を迎えるまでの間にいろいろ盛り上がるじゃないですか。そこをオンラインコミュニティで盛り上げて、あくまで関東の学生と関西の学生が事前に知ることによって、うち泊まるみたいな、そのノリをその中で作ることによって、少しでも関東の学生が経済的な理由で、IBS にチャレンジできない、スパイクスに来れないっていう学生を少しでも一人でも、減らしたいなと思いで、我々で作った企画になってます。めちゃめちゃいいですね。はい。それこそ、本当に IBS のこのスパイクスのタイミングだけじゃない、その先にもつながるコミュニティの、おっしゃるとりですね。火種にもなって、めちゃめちゃいいなと思いました。じゃあそれが、ハードルを下げる仕組みというか、だと思うんですけど、結局じゃあ一体何があるんですか、スパイクスは。そうですね。いくつ結構もうすべて尖ったコンテンツになるので、ちなみにどれぐらいあるんですか？結構ありそうですよね。そうですね。ピッチ、とりあえず一旦名前はあれなんですけど、ブリッツ、スパイカソン、セッションが目玉の4つになります。盛りですね。あとブース出展のポップアップって呼ばれるその団体が展示するのがあるので、もうたくさんいろんなことが、いろんな人たちによって行われるっていう、もうカオスな。カオスです。これ聞いていくのも大変そうなんですけど、ちょっとずつ教えてもらえますか？そうです。まずじゃあスパイクスピッチかな、になるんですけれども、学生にピッチを1人6分間選抜した12名の方に当日、ピッチを行ってもらって、今回、ナハトさんから最大1億円の出資機会っていう分が、ありまして、そこ、とても目玉になってるんですけれども、
応募も80名の方から応募をいただいて、初めての取り組みなのに。そうですね。その80名の中から、こういろいろこちらの方で審査というかさせていただいて、今12名絞った中で、こちらのピッチを担当するディレクターと、あと担当の大人の方と一緒にピッチをブラッシュアップして当日を迎えてもらって、実際にピッチを舞台、ステージで行ってもらうっていうものになっております。それなんか、いわゆる IBS によく行くような人とかだとピッチってよく聞きますけど、こういうの聞いたことない学生さんだと分かんない気もしてて、そのピッチはっていうのは何なのかとか、それ結局なんか企業の事業アイデアってことなんですか？それともそれ以外もいろいろあるのかとか、どんな感じなんですか？スパイクスピッチは、もう学生起業家にもうとんがった企画で、後で説明するブリッツってやつがもう何でも OK なピッチが実は隠されてるんですけど、スパイクスピッチっていうのはもう本当に、いわゆるIBS にもう絶対に行きたいと思ってるような学生起業家が、事業のピッチをするピッチになっていて、めちゃくちゃ面白いのが、その審査員の方々が、その DMM の亀山さんももう決まってるんですけど、その他にも50名以上の、いわゆるその当立、IBS にもう普通に投資目的として来ていただいているような投資家の方々が50人以上が審査員するみたいな、もうなんかもう形がめっちゃ尖ってるっていう、本当普通は審査員決まってるじゃないですか、何人かとか。だいたいなんか3人から5人とか。決まってるんですけど、そうじゃなくて、もう当立のその IBS に来てくださってすごい著名な方々を、うまく使いこなすというか、私たちの元に協力していただいて、いや、使いこなしちゃってください。使いこなして。いいと思いますよ。言葉どう濁そうかなと思って。いや、いいと思います。もう使いこなして、もういっぱいやっぱ機会が生まれているので、そこを、受け皿に、もう事業のピッチをしてもらうっていうのが、一つのスパイクスピッチっていうところですね。なかなか50人の審査員を呼ぶのも大変だし、彼らもいろんな目的があって IBS に来てるわけじゃないですか。どうやってそんな、なんか意外と協力的なもんなんですか？すごいなと思って。いや、もうそれはもう学生のパッションです。パッション。はい。さすがです。学生のポテンシャル。ですし、シンプルにそこから出資できる可能性もあるし。はい。おっしゃる通りです。そうっすよね。なんか最近見てても本当に、ね、もうちょっとシニアで連続起業家の方々の出資の機会も集まってますけど、明らかに、直近もなんか10代の方が何億円調達してとか、結構やっぱりコミュニティ性もあってみたいなの見てますし、そこでね、シードの種が生まれるんだったらね、確かに企業、投資家としても張りたい部分なのかなと思ったりもしました。じゃあそれが、スパイクスピッチの話。はい。そうです。で、さっきブリッツか。ブリッツは何でもいいんですか？何でもいいんです。ほう。もう3分間で何者かになれっていうお題のみで、もう本当にそれぞれの思いとか、なんならゴッドタレントっていう、いわゆるなんていうんですかね、ブリッツの中にいろいろテーマがあるんですけど、その中でゴッドタレントっていう枠があって、もう本当に何でも OK です。才能があれば。もう自分の才能がどれだけすごいのかっていうのを、ただただ話す。で、しかもそれがずっと行われてるんですよ。ずっとってどういうことですか？その一日中、もう3分間誰かしらがピッチしてるゾーンがあるみたいなのがあって、でも本当にいろんな人たちがオーディエンスとなって、この人すげえ、この人すげえみたいな。っていうのを企画してて、めちゃくちゃ実は面白い企画で、はい。っていうものを3分ずつずっとです。自己紹介もあります。ピッチとして自己紹介ピッチっていうものもあるので、本当に誰でも参加ができる。当日話してピッチしてるを見て、ちょっと俺もやりたいなと思ったら、もう飛ばしますっつって。当日参加も OK なんで、参加して3分話すっていう。ただ話す。ピッチするっていう。これはいわゆる事業アイディアだけじゃなくて、本当にもうオールラウンドで何でも OK で、枠は決まってるんですけど、そのテーマに沿ったものであれば、何でも話していいよ。自分をアピールしようっていうのが、結構、いわゆる11個の派閥も作って、やっぱ話す機会がないってのも非常にもったいないし、スパイクスピッチだけで、じゃあ結局学生起業家のピッチだけなんかいってなっちゃうと思うんで、そこをうまく受け皿として、当日の参加者が、来場者なのに当日参加できるっていうのが、すごい面白い企画に、なってます。すごい、なんか、小沢さんの溢れんばかりのパッション。小野田さんの自己紹介でも大丈夫という優しい感じが、すごいもう、うまいバランスだったんですよね。いいね、関係性だなと思いながら今聞いてましたけど、いいっすね。じゃあ本当に誰でも。だから本当に、友達探しでもいいわけですもんね、極端な話ね。そうです。まさにそのさっきの派閥が事前にあって、当日行った時に、一緒に回る友達が見つかればっていう話があったと思うんですけど、ブリッツで登壇してる
で、こう例えば面白そうなことやってるとか、自分と似た、こう、境遇だったりとか、そういった部分の友達を見つけて、ブリッツで出会って一緒に回ってもらうっていうこともあったら嬉しいなっていうふうに企画で考えております。めっちゃいいですね。ちょっとなんか頑張ってなんか意地悪なこととか言いたいんですけど、基本いいことしか書いてない。しかもなんかすごいなんかね、学生起業家だけなんですかって言ったら、いや、誰でもいいんですみたいな言われちゃうんで、なんかすごいですね。あと、今それじゃ2ついただいて、他にもあるんですか？なんかコンテンツみたいなのは。あとはもう一つ、スパイカソン。スパイカソン。何と掛け合わせてると思いますか？もう、スパイクスとハッカソンだとは思います。そうです。ありがとうございます。ハッカソンでもね、そもそも何って人もいるかもしれないですね。なんすかハッカソンとかスパイクソン。何かこう、例えばグループ、まあ個人の場合もあると思うんですけれども、今回スパイクスではグループで、こう、3日間かけて、まあ、こう期間はそれぞれハッカソンっていうといろいろあると思うんですけど、決められた期間の中でアイデアを出して、一つのものを完成させて、それを発表するだったりとか、まあ、そこでこう、なんだろうな、次のネクストの機会を得るみたいな部分が多いのかなっていうふうに思っていて、で、今回はそのスパイカソンっていう名前で、スパイクスの中で3日間かけてハッカソンを行うっていうのがスパイカソンになります。なんか、お題とかなんかあるんですか？何をするみたいな。お題は、当日お楽しみではあるんですけど、その、ハッカソンって普通、まあ一つのなんか、建物に入れられて、そこでアイデアを絞り込んでいろいろやっていくじゃないですか。じゃなくて、スパイクスに当日参加しながら、まあ友達とか、その派閥とかのグループになって、3日目のまあ審査があるんですけど、その日までにアイデアを作る。いわゆるその3日間参加しながら、並行しながらハッカソンをやるっていう、私もよくわかってないぐらいに、すんごい企画があって、で、これのいいところは、本当にその IBS 当日っていろんなその、本当に各領域で活躍されている著名人の方とかいう方々がいらっしゃるので、その人たちに壁打ちとかできるじゃないですか。っていうところが本当に魅力的で、お題もそうですし、そのこう設計された、なんていうんですか、狙いみたいなところが本当に斬新でまさに尖っていて、なので本当に当日、そのブリッツもそうですし、当日来て、あ、スパイクスちょっと一人だなと思ったら、こうグループになれるので、そこでスパイカソンに参加してもらって、3日目の審査まで、頑張ってもらうっていうのもそうなんですけど、もう一個あって、何で判断するのみたいなのあると思うんですけど、まあ徐々に淘汰されてって、なんならこうグループがくっついて、なんか M&A みたいなのが起きて、そこでなんか新しくグループができるとかも想定してるんですけど、行動量で判断するみたいなのが審査基準として一つあって、当日どれぐらい動き回ったかとか、どれぐらいこう、いろんな人にヒアリングしたかみたいなので、審査していくんですよ、過程が。そういうところがすごい、当日の参加者、何をすればいいのかなとか、スパイクスで結局来てみたけど何があるのかなって方にとっては本当にいい企画になってます。すごいですね。はい。すごいですけど、なんかコンテンツが盛りだくさんすぎて、どう楽しんでいいか、まあ、100通りの楽しみ方があると同時に迷いそうっすね。どうしたらいいんでしょう、迷っちゃった子は。スタッフに話しかけてください。ああ、スタッフで。そしたらいろいろと好きなこと聞いて、こういうグループがあるよって入れてもらえるかもしれないし、はい。まあ、まずは一旦そのブリッツをね、たくさん聞く。あってますよね。ブリッツもそうですしとか。まあそれぞれの目的と、まあいろんな刺激をね、得ながらってことなんですかね。はい。あとはなんかすごい今、スパイクスに当日行くと、何かしらこうアクティブにアクションを起こさないといけないんじゃないかと思われてる方も多いかと思うんですけど、それだけじゃなくて、こうステージで本当に著名な方々をこう呼びしてセッションが行われてるので、こうなんか、まあ静かに言ったらあれですけど、まあ椅子に座ってそういった方々の話を聞くっていうのもそうですし、やっぱスパイクス一期でもかかわらず、支援していただいているスポンサー企業の方々が、そのセッションを作ってくださったりもしているので、なんかそういう参加の仕方もあるかなと思っていて、例えば、リクルートさんだったり、あとは先ほどピッチの方で出資機会をいただいている、ナハトさん、あとはデロイトトーズベンチャーサポートさんですね、をはじめ、まあ、こういう様々な企業の方にご支援いただいているので、もちろんこう企業のをしたいっていう方、スパイクス来てくれる方多いかなっていうふうに思うんですけれども、今後就職を考えている方も、こう視野を広げたり、こういろんなこうネットワーキングの中で、就活、例えば先ほどこう大企業に行くのが正当されているっていうのは、私もずっと思っていたことなので、なんかそこをもっとこういろんな選択肢を
見た上で判断してもらえたらいいなっていうふうには思うので、そういった今回サポートいただいている企業さんのセッションだったり見ていただけると、またちょっと考え方が変わったりとかするのかなっていうふうには思っております。僕もそれこそ、実は IVS 多分今年で行くの多分4回目ぐらいな気がするんですけど、2023年に最初、2年かな忘れちゃったんですけど、参加していて、実は僕それがきっかけで自分で起業してるんですよ。そんなになんかいいリアクションしてくれてありがとうございます。っていうのはまさにそれが生まれる気がすごくしていて、僕も当時、別のそういう企業プログラムみたいなのに参加していて、それもちょっとグループワークっぽい感じのやつでしたし、それと並行してたまたま IVS で、当時サンドボックスっていう企画があって、企業プログラムみたいなのがあったんですよね。それもまさに、IVS の本編がやってるのと別の会場でひたすらピッチ資料を仕上げて、たまに壁打ちさせてもらってみたいな。でも、ある意味、ユーザーヒアリングもいくらでもできるわけなんで、実際に行って、でもどうしても聞きたいセッションとかがあったらそれは見に行ってみたいなことを実際にやって、これはもうちょっとスパイクスから若干すれるのかもしれないですけど、僕がすごく良かったのは、やっぱりちょっとでも起業したいなとかそういうのが興味あったら、ちゃんとそれを言うっていうのもすごい大事で、で、僕その時も新しく自己紹介するときに、これから起業しようと思っててって最初はあんまり強く言えなかったんですよ。しないかもしれないし、ちょっと結局ビビっちゃってる自分もいるしみたいなことを言ってたんですけど、そしたらフォースタートアップスの鈴木聡子さんって方がいるんですけど、聡子さんがそれを見て、ちゃんと言いなよみたいな言われて、起業するんでしょみたいな。そうでした。すいません。みたいなことを言いながら、でもそこぐらいからちゃんと、いや、もう直近実は起業としようと思ってて、みたいなことを自己紹介の時もちゃんと言うようにしたりとかがあって、やっぱあれはみんなに背中を押してもらって結果的に起業ができたなと。実はその時に考えたプランと実際起業した時ってまた中身も違ったりはしたんですけど、でも自分が起業家、マインドセットをね、養えたみたいな。別に必ずしもね、起業がゴールって話では全くないと思いますけど、でも少なくともブレイクスルーし得るきっかけは生まれるんじゃないかなって今。だからそうやってカオスにいろんなプログラムがあるっていうのもね、いいなととても思いました。プログラムはざっくりはそんな感じですか？そうですね。はい。よかったです。もっとあったらどうしようかな。多分ね、これからまたね、生まれたりとかもね、するんだろうなと思いますけど。というところで、じゃあここまで聞いてくださった学生さんとか、もしくはね、大人も聞いてる可能性もあると思いますけど、届けたいメッセージとか、改めて、決意表明じゃないですけど、パッションぶつけていただくと、言い残してることがあったら、ぜひぶつけていっていただきたいなと思うんですが、どうでしょう？私からじゃあ。はい、ぜひぜひ。さっきお話、言ってみるのが大事ってお話あったと思うんですけれども、私が休学を決めた時に、応援をしてくれない大人が結構いた休学すんのなんで今なのって言われることが結構あって、でも別の環境、例えば、応援してくれる教授がいたりとか、あとは今、それこそ先ほど小沢さん話あったと思うんです。小沢さんの会社の子会社なんですけど、ソルト2っていう会社で今インターンをしていて、それこそ小沢さんと結構お会いする機会があって、そういう環境の中で、働かれてる大人の方ってすごく、新しい挑戦にめちゃめちゃ前向きで、いいじゃん、めっちゃいいじゃんって、すごい頑張ってって言ってくれる、そういうところに身を置くことが大事なのかなっていうふうに、すごく、一歩踏み出した先で感じることがあって、なので、スパイクスに参加することで、そういう、大人とも出会えるし、一緒に頑張りたいと思っている学生のみんなと出会って、自分のやりたいことを背中を押してくれる人たちの中に身を置けるような、機会になってくれたらなっていう、スパイクスがそういう場所になったらいいなっていうふうに思っているので、どういう形でも何か動き出したいとか、やってみたいことがある学生は、スパイクスすごくいい環境だなっていうふうに思うので、ちょっと京都で関東だったり、ちょっと遠い学生もいると思うんですけれども、ぜひ来て、見える世界が変わるみたいな部分を体感してもらいたいなっていうふうに思っております。いいっすね。いやもう、まさにそうだなと思って、ちょっと染みすぎて、今の僕にも誘ってきちゃったんですけど、それでちなみに、本当にスパイクスにちょっとでも行きたいと思ってる人って、いろいろ手段というか、ファーストアクション何したらいいとか、どうしたらいいんですかね。まずは、運営に、インスタでも X でも DM してくれれば、今リファラルチケットがあって、学生のスチューデントパスっていう、今回 IVS は
基本的には IBS のパスがあって、あとスチューデントパスっていうのが別であって、ちなみに IBS のパスよりもスチューデントパスの方が上位互換になっていて、スパイクスにはスチューデントパスがないと入れないので、IBS 本体にも入れる、かつスパイクスにも入れるスチューデントパスは、IBS 本体にしか入れない IBS の大人のパスよりもさらにこう上位互換になっているので、それが今、ぜひ私たちに連絡をしてもらえると、リファラルチケットっていうところで、そうです。まあ、招待ではないですけど、ご紹介できるので、チケット、もちろん往復だったりとかは学生なので難しいところあると思うんですけれども、入場は無料になれる、今ならなれるので、ぜひ DM を。もう、とつっちゃっていいってことですか？とつっちゃってください。つながって。万が一じゃあ、漏れちゃったりしたらもう別の人にとつっちゃってもいいわけですか？もちろんです。いいっすね。じゃあちょっと勇気出してそれをやってみると。それこそ起業したいみたいに IBS、スパイクスに行きたいっていうのを言ってみてもらえると、周りでチケット持っている人がいるかもしれないので、一人が渡すと、それが2人分発行されて、どんどん広がっていく。一人が2人、2人が4人っていう風になっていくものなので、ぜひ、周りに行きたいと声をかけてみるのが大切かなという思います。しかもどうしても勇気でなかったら、ちゃんとスパイクスってね、文字列を間違えてタイプせずに、X とかインスタでペッてやっても誰かが見てるかもしれないですよね。それで絡んでくれる可能性もある。そうですね。いいですね。あらゆる方法を駆使して参加し、試みてるといいですね。ありがとうございます。じゃあ、小沢さんもよかったら。はい、ありがとうございます。そうです。なんか今は結構スパイクスとか、尖ったとかって言ってるんで、なんか、スパイクス尖ってないと参加できないのかなとか、やっぱ、ちょっと尖んなくちゃみたいな思う方も多いのかなと思っていて、全くその必要はないですと。で、逆に私たちが用意している企画は、もうすでに尖っていたっていうことに気づける機会を作ろうと思っていて、やっぱり尖りとか何かに秀でてる能力って自分では分かんなかったりとか、環境に丸くさせられちゃってることもあると思うんですね。自分も結構やっぱ実際そのタイプで、自分では気づかなかったけど、いろんな人に思いを伝えたりとか、コミュニケーションする中で、この部分がいいよって気づかされてきた人生だったので、なんかスパイクスに参加するためには、何かしら秀でてないといけないのかなとか、なんか圧倒的にやりきった経験がないと必要じゃないと参加できないのかなと思う方もいると思うんですけど、そんなことはいらないですと。当日来てくれれば、自分がどんな分野で尖ってたのかとか、どんなところに尖りがいがあるのかみたいなところが絶対に気づける機会を我々は今熱心に作っているので、それを信じて、少しやっぱ距離もあって、関東の学生とかは難しいところあるかもしれませんけど、ぜひ来ていただけたらなと思いますし、自分のやっぱ周りの学生起業家とかも、IVS で今一緒に働いてるやつが出会ったって子も本当に多くて、やっぱりお金はかかるし、目前でコストとなるものは大きいかもしれないけど、長期的に見たら絶対に関東から関西に移動した距離っていうのは必ず価値になると思いますし、やっぱりそこに行った人たちにしかわからない景色とか感情とかっていうのがあると思うので、なんかそこはもうワクワク一個でもう当日来てくれたらなと思いますし、逆にスパイクス絶対に行くぞと思っている、もう尖っている人たち、もうこの目の前にいると思っていて、その人たちは鼻がへし折られる覚悟で来てほしいなと。本当に尖っている、本当に最先端の学生というか、方々も本当にいらっしゃるので、そこで切磋琢磨というか、なんか新たな気づきを得ていただけたらなと、思ってます。素晴らしい。誰にでも刺さるメッセージを。もう全方向。上手。ぶっ刺しました。すごい。日本のようなあれでしたけれども。ねえ。いや、本当になんか僕も、一応この番組って普段はそのスタートアップで資金調達直後の起業家さんとか、たまに投資家の GP の方とかに出ていただくケースとかもあるんですけど、これもなんか僕も本当になんか出る杭が打たれない社会になりたいなみたいな、したいなみたいなことをすごく思ってて、自分も過去そうだったとかもありますし、あとは実はそれこそ娘たちがいたりもするんですけど、なんか彼女たちが社会に出てやりたいこととかあってもね、否定される社会じゃ嫌じゃんと思って、SNS でね、足引っ張られてとかそれ嫌じゃないって思って、で僕はなんかその一つの手段として、その一番僕の視界の中で尖ってるように見えるエクイティを調達してるスタートアップの起業家を、ちゃんとフィーチャーして、たくさん、しかもそれこそ何者でもなかった頃の話とか普段聞いたりもしていて、なんかそういうのもすごく
やってるんで、改めて共感したんだなっていうのを今ちょっと感じる時間でしたし、うっすら気づいていただいている方もいるかもしれないですけど、よかったらね、スタートアップナウもちょっと聞いてみてほしいなって思ってるんで、これの回だけじゃなくてね。はい。100人ぐらい起業家さん、もっとかな、うん、130人ぐらいかな、多分出たりもするんで、気になる方でも聞いていただければと思いますし、ね、移動時間が長いと思うんでね。はい。はい。でもありますし、あとはやっぱりスパイクスにちゃんと行っていただいて、セッション聞くもいいですし、ハッカソンやスパイクソン参加するもいいですし、ピッチするもいいですし、友達作るだけでもいいですし、なんとなくその場に行ったって事実がね、大事だったりもしますんで、間違いないです。まずはスパイクスいいじゃんってつぶやくか、DM にとつってみるか、見ていただけるといいなと思います。というわけでちょっと長くなりましたけれども、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。スパイクスめちゃめちゃ応援しておりますので、ぜひ一緒に成功させていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ終了です。あ、終わりです。終わってないみたいになっちゃった。ありがとうございました。どうでしたか？ちゃんと喋りきれました？いやいや、もう、何も覚えてない。ちょっと緊張みたいな。野田さん大丈夫ですね。いや、でもなんか、引き出していただいたのはお稲荷さんなので、いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。我々のこの、YouTube を、いろんな各所で、拡散しまくるので、マジでお願いします。少しでもお力になれたら、お願いします。頑張って発信します。お願いします。じゃあ、終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。